皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。それでは今回はディレクトリ探索という方法を用いて Web サーバーに隠されているディレクトリやファイルなどの情報を見つけていきましょう。今回やることとしては2つあって、1つ目がディレクトリ探索を実行して動作を確認するっていうのが1つ目ですね。探索の結果からどんな情報がわかるのかっていうのをちょっと見てみましょう。2つ目がディレクトリ探索用のコマンドを比較してみるっていうことで、探索用のコマンドっていうのが複数あって、ウェブサイトを探索するっていう基本的な動作は同じなんですけど、出力される結果の内容とか、あとは特性っていうんですかね、そういうのがちょっと異なるんですよね。よく聞くのが Go バスターだと思うんですけど、あとは FEROX バスターとか、あと FFUF とか、人によっては FAF とか言ったりするんですけど、こんな感じで同じような用途のコマンドが複数あるんですよね。そもそも Web サーバーのディレクトリって何ですかっていう方もいると思うんですけど、Web サーバーっていうか、イメージしやすいのが Web ページですかね。あのページ上も一見すると、一つのページしか見えないと思うんですけど、PC とかサーバーのフォルダー構成と同じで、あのページ上も、階層構造みたいになってるんですよね。その中にディレクトリが構成されてたり、あとはファイルとかいろんな情報が入ってたりするんですよね。例として Yahoo ニュースのサイト見てみるとちょっとわかりやすいと思うんですけど、まずニュースのトップページ開いてみると、このトップページのアドレスっていうのが、この news.yahoo.co.jp っていう、このアドレスになるんですけど、これさらに今主要っていうこのタブになってると思うんですけど、これ国内っていうのに移すと、アドレスが news.yahoo.co.jp のカテゴリーズドメスティック。これ国際のタブに行くと、これさらにまた URL が変わるじゃないですか。カテゴリーズのワールドになったと思うんですけど、さらに経済っていうところ行くと、こうビジネスに変わって、さらに経済の中の別な記事に飛んでみると、これまた URL が変わったじゃないですか。こんな感じで Web サイトってこういうページごとに箱みたいなものがあって、その中にカテゴリーとか、あとはそれぞれに紐づく記事が入ってたりっていう感じで、ディレクトリの階層っていうんですかね。これだとページの階層みたいなイメージになるんですけど、それってこんな感じでどんどん深くなっていくんですよね。今回はその中から隠されたファイルとかディレクトリを探しますよと、そういうことですね。今回使用する環境はいつもと同じものを使用します。ということで、まずは GoBuster っていうコマンドを使ってやってみましょう。この GoBuster っていうコマンドなんですけど、何回も言ってるように、Web サーバー上に隠されているファイルだったり、ディレクトリ、あとはサブドメインなんかを見つけることができるコマンドになってますね。まずは GoBuster っていうコマンドが入ってるか見てもらいたいんですけど、コマンド叩いてみて、入ってなければインストールしますが出てるんで、これではいでインストールしますね。そうすると GoBuster がすぐにインストールされるんで、これで入りましたよと。まずは基本的なディレクトリ探索を実行するんですけど、GoBuster スペース -u でターゲットの IP アドレス、その後にワードリストの指定ですね。ワードリストって前回のログインアカウントの解析でも使ったと思うんですけど、今回の中身が違くてディレクトリ探索用のワードリストを使いますね。こんな感じで結果が出力されるんですけど、上の部分が探索した概要ですね。宛先の URL とか、あとは HTTP のメソッドとか、あとワードリストこれ使いましたよとか、その辺が表示されてますよと。下に書いてあるやつが今回 GoBuster で見つけたディレクトリの情報ですね。一番左がディレクトリの名前ですね。HT パスワードとか HT アクセスとか、あと PHPMyAdmin とか PHPInfo とか、こんなようなディレクトリがありましたよと。右隣にある色がついてる部分が HTTP のステータスコードですね。403の閲覧権限がないとか、301のリダイレクトとか、あと200のアクセス OK ですよとか、そんなような結果が表示されてますよと。次はこの結果をもとにブラウザーでちょっと確認してみましょうか。で、まずはこれがターゲットサーバーの Web のトップページですね。これちょっと作り込まれてないすごい簡素なページになっちゃってるんですけど、こんな感じのものが見えますよと。次がですね、さっき出力された .ht パスワードっていうこのディレクトリを見てみると、フォビドゥンということでアクセスできませんよと。これさっきステータス見るとステータス403なんで、これ閲覧権限なしですね。このステータスになってるんで、このページは見れませんよっていうことですね。で、他にも PHPInfo っていうページを見てみると、これあれですね、PHP の情報ですね。PHP の設定情報がずらずらと載ってますよと。このページはステータス200だったんで、閲覧可能なページになってますね。こんな感じで、まずは GoBuster で簡単にディレクトリ探索を実行してみたんですけど、こういう風に一見何もないページでもディレクトリを検索してみると、何かしらの隠れた情報が見つけられますよと。で、あとですね、GoBuster は他にもファイルの検索っていうのもできて、-X でテキストファイルの指定をすると、これでテキストファイルを見つけることができますよと。結果見てみると、.ht アクセステキストとか、あとは .ht パスワードテキストとか、さっきのディレクトリ探索では見つからなかったファイルが見つかったんですけど、これで一旦ディレクトリの探索っていうのを簡単にやってみたんですけど、イメージつかめましたかね。
GoBuster の結果だけ見ると、意外とディレクトリとかファイル数少なくないかって思うかもしれないんですけど、これなんでかっていうと、GoBuster が再帰スキャンに対応してないからなんですよね。正式には再帰的スキャンって言うんですけど、これ何かっていうと、例えばさっき PHPMyAdmin っていうディレクトリがあったと思うんですけど、本来だとこの下にもディレクトリとかファイルとかたくさんあるんですよね。ただ再帰的スキャンを実行しないと、一番上のこの PHPMyAdmin のこのディレクトリしか見つけられませんよと。この後見る FELOXBuster とか FFUF は再帰スキャンに対応してるんで、基本的には全てのディレクトリを網羅的に見つけることができますよと。次は2つ目のディレクトリ探索用のコマンドを比較してみるっていうことで、FELOXBuster とあとは FFUF のこの2つを見ていきましょうか。FELOXBuster も GoBuster と同じでデフォルトで実装されてないと思うんで、まずはインストールしましょう。コマンド叩くとインストールしますかって出てくるんで、イエスでインストールします。基本的なコマンドは GoBuster と同じですね。-u で宛先指定して、あとは-w でリストの指定ですね。結果の表示も大体 GoBuster と同じような感じなんですけど、上の枠ですね、最初に実行の概要が出ますよと。その次から結果が表示されるんですけど、大きく違うところの一つ目が結果の進捗状況が見れるんですよね。こんな感じでシャープで進捗状況が表示されるんですけど、今どれぐらい進んでますよとか、あとどれぐらい終わりますよっていうのがこれでわかりますね。で、2つ目の違いがさっき言ったように再帰スキャンに対応してるんで、例えば PHP アドミンのこの下の階層もいくつか見えてますよと。あとは GoBuster と同じようにファイル検索もできますし、それとあとはリンクの収集機能ですね。ページ内のリンクですね。その収集機能もありますよと。で、再帰スキャンを実行できると、より詳細なフォルダとか、あとはファイルとかが見つけられるんですけど、例えば DVWA の README ってやつを見てみると、中身は、あれですね、注意書きとか、ライセンスとかの情報入ってるんですけど、そこにデフォルトのユーザーアカウントみたいな情報が入ってるんですよね。で、実際にログイン画面でこのアカウント情報を使ってみると、こんな感じで入れますよと。本来であればデフォルトのアカウントから変えてないっていうのはないと思うんですけど、今は例としてディレクトリとかファイルの検索からこういった情報も見ることができますよと。それが分かってもらえたんじゃないかなと思いますね。で、次は FFUF の方になるんですけど、基本的な使い方は同じなんですけど、ちょっとですね、コマンドの指定が違くて、-u でターゲットの指定をするっていう、ここは同じなんですけど、この何ですかね、検索対象のところをファズっていうような、こういう表記にしなさいよと。そうすることで、このファズって指定したところの探索を実行しますっていう、そういう検索方法というかやり方なんですよね。デフォルトでは再帰スキャンがオフになってるんで、この-リカージョンで、オンにしますよと。結果としては同じように上に実行概要が出て、下に結果が出るんですけど、これは FELOXBuster と違って進捗率みたいなのだったら出ないですね。こんな感じで左側に見つけたディレクトリがずらずらと出てきますよと。で、あとステータスとかサイズとか、このあたりは同じですね。違いとしては表示結果がグループごとに分かれてるっていうところですね。この一番上の情報を見てみると、DAV の下を検索しましたよっていう、これ結果だと思うんですけど、こんな感じで、なんていうんですかね、バラバラに出てくるんじゃなくて、グループ化されて、結果として表示されますよと。ただ FFUF の方は完了まで30分ぐらいかかってましたね。さっきの FELOXBuster は5、6分ぐらいだったんですけど、おそらく中で探索してる手法というか、やり方が違うと思うんですけど、とりあえずよくわかんないですけど、時間は結構かかってましたね。これで一応一通りコマンドを実行してみたんですけど、最初にそれぞれのコマンドで特徴が異なるってことを言ったと思うんですけど、それを一覧にしてみるとこんな感じになるんですよね。基本的な機能として、ディレクトリスキャンですね。これはGoBuster、FELOXBuster、FFUF ともに対応してますよと。再帰的スキャンはさっき言ったように FELOXBuster とあとは FFUF が対応してますよと。HTTP の GET とか POST のファジングとか、あとは HTTP メソッドのファジングかな。これは FFUF だけが対応してますね。あとはリスティングの検知機能とか、あとはページ内のリンク収集とか、あとはワードの検索機能とかですかね。そういうのは FELOXBuster が対応してますよと。こんな感じで見てみると、それぞれ特徴というか、強みですかね。そういうのが異なりますよと。コマンドっていろいろあるんですけど、学習目的であるんであれば、まずは GoBuster 使って概要を把握して、それから FELOXBuster とか FFUF とか、他のコマンドですかね。その辺でちょっと深掘りしていくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。それでは今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。